どうも皆さんこんにちは、あきやです。今回はソニーのシネマカメラを全機種比較していきたいなと思います。20万円台で買えるカメラから400万円以上するハイエンド機を使うと、画質や色味はどのように違ってくるのか、全く同じシーンで全て同じカメラ設定で検証していきたいと思います。動画の途中では撮影照明機材の紹介やそれぞれの照明がどのような効果をもたらすのかについても解説紹介していきたいと思います。少しでも皆さんの映像制作の役に立てると嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。はい、どうも皆さんこんにちは、あきやです。今回はですね、ソニーのシネマラインカメラを全機種比較していこうかなというふうに思います。都内のね、バーをね、ちょっと貸し切っておりまして、でここでいろいろとね、セッティングをしました。で今回は、ここのシーンともう一つね、外のシーンでも実際にね、撮れた映像をね、見比べていくっていう風な流れにしていこうかなというふうに思います。そしてですね、今回協力してくださるモデルさんのカレイさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回、いろんなね、ワンブルームのね、メンバーが今回参加してくださっていて、3とか、6とかはね、FX6 ユーザーがね、2人いるっていうね、すごいことになってるんですけど、じゃあまずね、ちょっと簡単に紹介していくと、ここに、ソニーのブランドですね、これが一番新しく出た、シネマラインカメラかなというふうに思います。シネマラインというよりかは、もうこれはシネアルタの世界なので、ベニスとかベニス2とかと同じね、一応ルックとカラーサイエンスっていうところになってくるらしいですね。こっちが FX9 になっています。これがシネマラインカメラの一番上のグレードになっています。これが9ですね。ちょっと大きめの筐体になっています。これは、メンバーのね K 君の自前の6になるんですけど、9よりもより小型なものになっているっていうようなセンサーのものですね。6はね、かなり軽くて扱いやすい、全然ね、ジンバルにも乗っちゃうような筐体サイズになっております。で、そしてここからはね、皆さんもご存知のものかと思うんですが、これが FX3 ですね。これは僕のカメラなんですけど、シネマラインの中でもよりね、使いやすいフルサイズ、センサーですね。で、そして最後にここに、FX30 があります。これも僕の自前なんですけど、30は唯一この中でスーパー 35mm センサー APS-C のモデルとなります。なのでセンサーが一番小さくなる。でも価格も25万円ぐらいなので、より買いやすい、高いんやけどこの中で一番圧倒的に安く購入することができるカメラになっています。かなりね、皆さん気になると思いますので、このねカメラの全部色とか質感とか全てね、同じ環境か同じ設定で比較していきたいなというふうに思います。それではここから実際に行ったライティングについて解説紹介していきたいと思います。今回はナンライトさんにも機材サポートをしていただいております。紹介する全ての撮影照明は概要欄のリンクからチェックできますので、よかったらぜひ確認してみてください。そして今回の照明に関しては、僕のオンラインコミュニティワンブルームメンバーのコウスケさんが筆頭となって撮影照明をセットしてくださいました。僕の分かる範囲で解説をしていきたいと思います。まずはじめに、この空間を作るにあたってローベースでモデルさんの周りだけを照らす照明を決めます。今回は頭上にパボスリム 120C を用いて真俯瞰から照明を焚きました。モデルさんの奥から発光しているダーツスタンドがあると思うんですけど、このカラーをカメラ内のホワイトバランスで青くさしていくために、カメラのホワイトバランスは3700ケルビンに設定しました。そして頭上のパボスリムに関しては2700ケルビンでかなり暖色側に振ってはいたんですが、それでも少し足りないということでフィルターを通して2000ケルビンまで調整しています。そして今回のキーライトはモデルさんの正面から起こしていて FC500B というかなり高出力な照明を使いました。これも同様に2700ケルビンにはなるんですが、モデルさんに直接照らすとかなり硬い光になってしまうので、今回は正面でバウンスさせて柔らかい光を演出させています。そして画面の左手奥から青い光が差し込んでいるんですが、これはダーツスタンドの発光と同じ色を演出させています。イメージとしてはゆるに窓の奥から月明かりが差し込んでいるような、そんな雰囲気で設置しています。ここで使用した照明も FC500B を使っていて、こちらも逆にホワイトバランス的にもう少し物足りなかったので、照明設定の6500ケルビンをカラーフィルターを2枚使って26000ケルビンまで調節しています。そしてさらにその手前にもう一つだけ照明を設置しています。これがフォルツァ 60B という照明を使っていて、今回のモデルさんは髪の毛がかなり明るくハイトーンだったので、より髪の毛のツヤ感であったりとか、より立体的になるように工夫しています。フォルツァ 60B も頭上のパボスリム 120C と同じように2700ケルビンをフィルターを使って2000ケルビンに調節しています。今回の照明自体はかなりアンダー気味な設定にもなっているんですが、それぞれのカメラのノイズの発生具合についても注目して見ていただければなというふうに思います。
今回は3種類の照明を使い分けていますが、パボスリムはとにかく薄くて光の質がいいにもかかわらず照明自体がとても軽いので、今回のような頭上にセッティングしたりとか、とても扱い勝手のいい照明になっています。そして FC500B はかなり発光量があるので、キーライトはもちろん様々な演出に役立つと思います。実はコウスケさん自身が自前で2灯持っているので、この現場には3灯もあります。そしてフォルツァ 60B に関してはとても軽量コンパクトなのはもちろん、付属のハンドグリップなどを使えばバッテリー駆動させることもできるので、僕も普段から重宝している LED 照明の一つです。もし気になる照明があればぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。では回しますね。はい、よーいスタート。OK です。カット。いいんじゃないですか。で次が、6、30と3でいきます。で、30がね、スーパー 35mm センサーなんで、今回今のカットは全部 35mm の G マスターで撮ってるんですけど、まあちょっと画角が合わないんで、今30は 24mm の G マスターレンズを使って撮影をね、しようと思います。では行きますか。じゃあ今の感じでもう一発お願いします。はい。では回しますね。はい、お願いします。はい、回りました。いきます。よーい、スタート。OK です。カット。いいんじゃないかな。これでよし。もう一本50円使いますでは、回りました。よーい、スタート。OK カット。これも15秒ぐらい。そうですね。さっきと同じぐらい。そうですね。でいきましょうか。では、じゃあ行きますね。はい。はい、回りました。よーい、スタート。OK カット。よし。バッチリです。ということで、ここまでいかがでしょうか。僕は特に FX9 の色味が他の機種とは違うように感じました。ここからは僕が販売しているオリジナルのパワーグレードを使って全く同じ濃度構成で色味を比較していきたいと思います。このパワーグレードを使えばこのようなルックをすぐに作ることができるので、よかったらこちらも概要欄からチェックしてみてください。それではご覧ください。
はい、ということで皆さんいかがでしょうか。カメラの違いは感じることができましたでしょうか。ここからはですね、少しね、広告タイムに入ります。今回ですね、モーションアレイさんがね、スポンサーとして入ってくださることになりましたので、僕普段からね、モーションアレイもね、活用させていただいておりますので、ちょっとね、ここから紹介させていただければなというふうに思います。皆さん、モーションアレイはご存知でしょうか。これは様々なプラグインとかテンプレートとか、あとはミュージック素材とか映像素材とか、本当にいろんなものを無制限にダウンロードできるサービスというふうになっています。モーションアレイは毎月支払うサブスクリプションになっていて、契約期間中であれば無制限にダウンロードができて、商用利用ができるめちゃめちゃね、多くの映像制作者にね、利用されている映像サービスです。ちょっとね、具体的にどういったものかっていうのをね、紹介しようと思います。はい、これがね、実際のね、モーションアレイのサイトになっています。モーションアレイは Adobe の Premiere Pro、After Effects と Final Cut Pro、そして DaVinci Resolve の3つのね、編集ソフトの、プラグインとかテンプレートをダウンロードできるものになっています。僕は After Effects とか DaVinci Resolve で使うことが多いですね。で、上のね、ここのタブですね、ビデオテンプレート、プリセット、モーショングラフィックスとか、フッテージミュージック、サウンドエフェクトとか、様々なものの、項目に分けられていて、ここからいろんなものにアクセスをして、それぞれをね、ダウンロードしていくことができます。例えば僕がプリセットとして DaVinci Resolve をね、使ったりするんですが、はい、こういった風にアクセスしていくと、このようにね、それぞれのプリセット、テンプレートっていうものをね、アクセスして、それらをダウンロードしていくことができるんですね。例えば、このね、ムービーテンプレート、例えばこれとかっていうのは、このようにね、映画とか、いろんな映像とかでタイトルでね、アニメーションを使って出していくことができるとか、そういったものをね、ダウンロードしていくことができます。で、ダウンロードすると、このようなね、ファイルを展開すると、こういう風にね、アクセスすることができて、このね、プロジェクトをね、展開すれば、勝手にね、反映されていくんですけど、もしわからなければ、このヘルプとかでチュートリアル動画をね、ここで見ることができたりしますので、これがね、すごく便利で、全部ね、やり方が一個一個の動画に対して、一個一個のファイルとか、使い方、テンプレートのものに対して、ちゃんとチュートリアル動画がね、埋め込まれていますので、そこはね、心配しなくていいと思います。でね、実際に僕、こんな感じで取り込んでるんですけれども、今回このムービーエンドタイトルっていうものをね、使ってあげれば、こういう風に出すと、はい、これを再生してあげるとですね、はい、こんな感じでね、映画のようなタイトル出しのね、ものがね、はい、作ることができたりします。で、ここをね、もう好きなようにこんな感じで変えていくこともできると。で、さらにフォントとかもね、好きなように変更させていくことができたりするといったところですね。で、このバックのね、このグラウンドの、はい、背景のカラーとかも、この自分のね、好きな好みのテーマカラーとかに統一してあげることも全然できたりしますと。他にもいろんな、こういったね、かっこいいやつとかもあったりするし、音とかに合わせてあげれば、こういう風なものが、即にね、使えるようになるといった感じになっていますね。で、最近ね、僕オーストラリアに行ってきまして、メルボルンに行って、今ね、絶賛そのメルボルンに行った時の Vlog をね、編集してるんですけど、そのメルボルンのこう素材をね、たくさん現地でも撮ってたんですけど、ちょっとね、快晴の日が少なかったんですよね。なので、ちょっと素材がね、物足りないなと思って、例えばメルボルンと検索してあげると、こういう風にいろんなね、こう素材が出てくるんですよね。で、これらをね、使ってあげて、説明をね、するために使いたいので、自分が撮ったよっていうものではなく、Vlog でメルボルンこういう街ですよっていうものを紹介したいっていう時に、ちょっとね、これをね、ダウンロードして、今ね、その Vlog をね、作っていたりしますね。あとはね、このような形でミュージックですね。結構いろんな映像の、はい、音楽とかもいろいろとありますので、こういったものをね、活用していくっていうのもすごくね、いいんじゃないかなというふうに思いますね。で、さらにね、サウンドエフェクトとかもね、あったりしますし、あとはストックフォトとかもね、あったりしますね。こんな感じでね、いろんなね、映像編集をされている方、なんかこう、紹介とか解説とかで、イメージを伝えたい時とかに、こういったね、ストックフォトとかってね、活用できると思いますので、結構ね、動画も写真もね、両方ともストック系もね、豊富にあるので、すごくね、役に立つかなと思いますので、よかったらね、ぜひね、こちらもチェックしてもらえたらと思います。どうですか、このスタジオのこの感じ。はい。今ね、ちょうどここにね、パボスリム 120C をね、釣っていて、で、このね、後ろにね、FC500B があって、で、ここにね、FS300B っていうね、別のライトもあるので、ここでね、調節するとこんな感じで明るさもね、変わるんですが、はい。結構ね、いい感じのちょっと空間を作っております。やっぱりね、この点釣りのね、このパボスリムの 120C のね、この光源というか、すごいライトがね、すごくね、こうソフトでめちゃくちゃいいものなんでね、すごいいい空間になっていますよね。っていう感じでね、ちょっと今回広告が多めにはなっていますが、引き続き楽しんでいってもらえたらと思います。はい、というわけで、それではここからはですね、ちょっとこのね、カメラが、どういう風に違うのかっていう、スペック面みたいなところを僕なりに、僕が分かる範囲でちょっとね、ご紹介させていただければなという風に思います。まず、ここのね、ここに30があります。この FX30 っていうのが、唯一センサーの大きさが違いまして、これが APS-C センサーというものになっていますね。なので、フルサイズよりももう一回り小さい、APS-C、スーパー 35mm とも言ったりするんですけど、そのセンサーになっていて、こっちの3ですね。この3が
がフルフレームのものになっていますと、筐体とかはほぼほぼ一緒の形をしております。一番ねやっぱり使いやすいっていうのはこの30と3が本当に1人でもね全然使えるという風なものになってるかなと思います。でそしてですね、次こちらですね、これが FX6 というものになっております。フルフレームセンサーを搭載していて、手ブレ補正っていうのが6と9には入っていません。3と30とブラーノには手ブレ補正が入っていますが、ここには手ブレ補正が入っていないんですね。でもその代わり内蔵の ND フィルターっていうのが入っているので、バリアブル可変のものが入っているので ND フィルターを外付けしなくても光量として撮影ができるという風になっています。で、ここの前列と後列で大きく違うのが、収録のコンテナって呼ばれるものが違うみたいなんですね。このね前列は結構本当にミラーレス一眼とかでねよくあるコーデックコンテナになるんですけど、こっち側が特に違くて、6と9は MXFと呼ばれる、コンテナっていうね、ちょっと収録方法自体が違うという風になっています。で、ブラーノが XOCN と呼ばれるさらにね、また違ったものになってきて、ブラーノに関しては16ビットって呼ばれるね、ぐらいのかなりね、多いカラーサイエンス、すごい色の情報を含んだ収録ができるものになっております。なので、ここでも全然違うし、ここの2つも違うし、ここの2つでも違うという風になっているので、価格はね、ブラーノがもう400万円ぐらい税込みかな。受注販売とかだったんじゃないかなっていう感じなんですけども、ここが圧倒的に高くて FX9 が100何万円とかで FX6 が80万円前後ぐらいかなといったところですね。であと追加で、今コウスケさんに教えていただいたんですけど、6とここでもここの2つと違うポイントが1つありまして、6に関しては音声の入力、キャノンで入力するここのね端子がハンドルをつけていないとできないんですよね。一方で9とブラーノに関してはボディ自体にキャノンの端子がついているので、差し込む、インプットがあるので音声を直で入れることができます。なのでここも結構多分ね、映画とかドラマとかの音声を取り扱うシーンではかなりね変わってくるんじゃないかなと思いますね。でもちろん FX に関してもハンドルをつけないとそのね端子がないので、ちょうどね今ここで僕のねこの YouTube を収録しているこの FX3 も今ですね、今日はこのマイクをね2本挿しているので2つが出てね、このハンドルから出てると、そういう風な収録の方法になっております。で僕のね知り合いのカメラマンさんとかシネマトグラファーの方に聞いたんですが、ブラーノのねこの設計っていうのはベニスとか、さらに上のねこうシネアルタのラインのものがあるんですけど、とかとはまた違ってモニターがねここだけなんですよね。このモニターだけになるので、こっちの筐体の右側のモニターがないんですよね。なのであくまで多分ワンマンオペレーションを想定して設計されたものなんじゃないかなという風な今認識をしております。ベニスとか、よりねハイエンドな、シネマカメラっていうのは、アシスタントの方とかがこっち側からでも操作できるようにと、モニターがね他にもついていたりするんですが、これら全ての機種は、こっち側左側なので、もうカメラマンが自分で設定とかもするみたいな、ワンマン向けなのかなという風な設計になっております。はい、っていうのが、このねシネマラインカメラたちの違いになります。それでは最後に屋外での撮影シーンの比較を行っていきます。あまり時間がなかったのでバリエーションを多く撮ることはできませんでしたが、背景のボケ感や自然の緑とか空の青さについても色味に違いが出てくるかもしれません。そしてフレームレートは60フレームでスローモーション撮影をしていたんですが、 FX3 のみ24フレームで撮ってしまったのでスローモーションにはなっていません。照明を組んでいない太陽光シーンのシチュエーションではこのような結果となりました。はい。というわけで皆さん、今ね、事務所に戻ってきました。撮影お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。いや、今回はですね、かなりね、いろんな
いろんなね、方々にご協力いただきまして、まあ、みんなね、僕が運営してるオンラインコミュニティの参加してくださってるメンバーなんですけれども、ここの3人と、まだね、こちらにも、こっちのね、カメラをオペレートしてくれてる人もいれば、こっちでね、今くつろいでる子もいるんですけれども、みんなでね、ちょっといろいろと撮ってきましたので、ここから実際に、まあ、ちょっとね、僕らも、ちゃんとしたこの、ね、パソコンに入った、PC に入ったこの画面の中で、まあ、ちょっと違いをね、まあ、ちょっと見ていこうかなというふうに思います。はい、ということで、すごい恐縮ではありますが、これね、こんなちょっとね、すごい恐縮ではあるんですけれども、まあ、ちょっとね、見ていきたいなというふうに思います。ちなみに、コウスケさんが FX6 を所有していて、で、ともやくんがよく FX3 を使うと。そうです。MV とかで使うんでしたっけ？そうですね。うん今日の MV、FX3 使ってます。使ってます。はい。で、僕も330を持ってて使ってるので、まあ、そのね、視点でも結構気づきがあればいいなと思ってますので、じゃあ見ていきましょうか。はいはい。めっちゃ綺麗ですね。むちゃくちゃ綺麗。シネアルタはさすがに初めてですから、この画質がね、ちょっと初めての経験になるんですけど、これあれですよね、ノイズリダクション全くかけて、全ポストレはかけてくかけてないですね。本当にこれはログをまあ言ったら709に戻しただけのものになっています。本当シンプルに戻してるだけですね。そう肌綺麗ですよね。そうですね。スキントーンがそのさっきも言ってたんですけど、クオリファイの抜き方の抜きやすさがすごかったですよね。カラーの。ちなみにダヴィンチがね結構重く感じてるんですよね、このデータ。やっぱね、やっぱ他の FX のカメラよりもかなり負荷がかかってそうで、再生するだけでも、多分これがっつりグレーディングしたら結構大変ですよね。ね、めっちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。この髪の毛のディティールやばいっすよ。いいですね。まあえ映画みたいぐい。映画みたい。えぐい。やべえ。次、これが9ですね。FX9。ちょっとコントラスト強いのかそんな感じしますよね。なね、なんか、コントラストだったりとか、サイドが。サイドもちょっと出てるイメージがありますね。そうですね。なんか色がすごい乗ってるうんうんうん。感じですね。うわちょっとピンクっぽいのかな。ねこんな感じしますねピンクの変わってくる。さっきのブラウンの方がよりちょっと白い感じ。白かなんか美白っぽい感じでしたね。おお。これもない。これもないんですね。いい表情するなぁ。ナインはオートフォーカス効かないですか？聞きますよ。じゃあこれオートフォーカス。いや、これね、多分ちょっとバタバタやったんで、はいはい手持ちやったかな。あ、いや、これは AF やってたはずです。はい、じゃあ次、これが6です。6はあんまコントラストがそう強くない。ブラウンにすごい似てる。似てますね。しますね。 9がやっぱうん。違うのかな、そうですねセンサー的にも。あんま、そうですね、スキントーンがすごい控えめのサイドが。ちょっと。うわぁ、6綺麗なこれはそう綺麗ですね。綺麗な綺麗ですね。こんな、なんか美白に、美白っすね。ものね、うんこのまま映んねやめちゃ。くちゃ綺麗。6透明感すごいですね。そうですね。クリアな感じします。クリアですね、めちゃめちゃ。これが FX3 ですね。FX3 ちょっとコントラストあるのかな。まあ、でも9ほどやっぱ強くないですね。そうですねなんか6と3がやっぱ似てますね。めっちゃ。ね。やっぱ同じセンサーだからなんですかね。結局ほんまにあれ一緒のセンサーなんですかね。全く一緒なんですかね。でもなんか一緒って話ですよね。ね。で、ちょっとね、外のシーン、3だけね、スローで撮り忘れてました。ごめんなさい。24フレーム。でもやっぱ6っぽいですよね。なんか、このクリアな感じ。あまりその6とには差が感じられないですね。めっちゃクリア。天気のせいか、グリーンがもうちょっと僕6は濃いイメージしましたけど、確かに。わかんない。天気のせいかもしれない。でも、この深いグリーンのところが、なんかもうちょい濃かったイメージは僕もあります。これが天気がいい、日が出てるとき。火のせいなのかもしれないですね。まあでもなんかクリアっすよね。9とかに比べると。はい。9はサイドが高いイメージがそうですね。9がこれなんですよね。9これなんで。なんか9の方がやっぱ映画っていう感じが。そうですね。なんか深みがありますね、やっぱ。最後30です。
30全然綺麗ですよ。綺麗ですね。後ろの青のグラデーションのところがちょっとやっぱノイズがね、出てる感じは、ちょっとやっぱ他よりは目立つかなっていうのはあります。すごいあっさりなあっ感じさりですね。確かに。これも火の関係なのかもしれないですけど、すごいフラットなあっさりな感じしますけど、あ、いいの。でも十分ですね。なんか全然綺麗ですね全然綺麗。やっぱ光がちゃんとしてればいいってことですね。そうですね。どうすか、こうちょっと見てみて。全部綺麗。全部間違いないです。全部綺麗。ともやくんはどう思いました？僕はやっぱり自分が信じてきた FX3 は間違いなかったなというなんかもうなんていうんですかね。でまあもちろん上の機種もすごいなと思うんですけど、違いはね分かる人から言えばめちゃくちゃあるんでしょうけど、まあ僕からしたらっていう感じですね。FX3 で十分じゃねえみたいなところは感じちゃいました。すいません。あ、いや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 。9だけやっぱすごい色味はなんかいい悪いとかではなくて、はいすごいやっぱ他と違うな。やっぱ30、まあそうですね30と間の FX3、6、ブラーので FX9 でなんかこう大きく違ってくるなっていう感じがすごいしたかなと思ってて、まあなんかどれがいいかっていうのは好みな気もしますけど、僕は9の色結構好きかもしれないですね。ナインがやっぱ違うかったんだみたいな、そうなんですねかあんまナインって使うことないじゃないですか、うんそんなにね僕たちはあんまなかったんですけど、ナインがやっぱちょっと全然その336と比べたらやっぱ全然違う感じが出てましたね。だからプロの人たちの目線でのなんか意見を聞いてみたいですね。商業映画とか、ドラマとか CM とか作られてる方で、このシネアルタシリーズを選ぶ時のその理由と FX のシネマラインを選ぶ時の理由のことその違いを聞いてみたいですね。僕的にルックで選ぶのかとか使い勝手で選ぶのかとか、なんかそういったところも聞いてみたいなと思いました。で最後にですね、今回の協力してくださいました、ナンライトさんの機材に関して全てね概要欄に貼っておきますので、ぜひねよかったらチェックしてもらえたらなというふうに思います。今回メインで使ったのが、500B ですか？そして FC500B っていう FC500B、はい、あとパボスプリング 120C。 そうですね、はいパネルライトとちょっと両方お高いじゃないですか。10万円ぐらいしちゃうんですけど、コウスケさん的におすすめのその10万円のレンジ帯じゃなくてもう1個下のランクでおすすめのって1個あります？ FS300B がやっぱ一番買いやすくて、あセールとか行くと5万切るぐらいあ、そんな安いですね。でバイカラーですし、光量も十分 300W 以上あるので、十分あって、FS300B はすごく使いやすいかなって最初の1頭、最初1頭目2頭目ぐらい1頭じゃねなかなか出来上がらないですもんね、少年は。はい、というわけでですね、今日はこんな感じになるかなと思います。ちょっとね、すごいね、プロフェッショナルな機材でみんなね、恐縮すぎてあんまりちょっとコメントしづらくなってるんですけど、なかなかすいません。はい。よかったらね、皆さんどういうふうに思ったとか、感想とかありましたら、ぜひね、コメント欄でいただければすごく嬉しいなというふうに思っております。そしてですね、アキアムービー、もうね、10万人間近です。いやすごいな。はい、ワンチャンこの動画出てる頃に行くぐらいの説もあるんですよ。今撮ってる時が9万7000ぐらいなんですよ。うわいやもうワクワク。やばいっすね。はい、縦が。皆さんにね、普段から応援していただいてるからこそここまで来れましたし、ワンブルームのねコミュニティメンバーにもたくさん支えられて、ここまでね、こんな動画も、僕のね本当に自腹を切りまくってもうね何十万円ってかかっちゃったんですけど、この企画もでも、いろんなね支えとかサポートがあったからこそ、こういった動画をね、すごい恐縮ではありますが、作ることができました。はい、皆さんいつも本当に応援ありがとうございます。ということで、今後もですね、引き続き応援とよろしくお願いいたします。では締めますね。はい、というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。